ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる動画はウクライナ情勢。まず第一に、ロシア軍による囚人兵を使った波状攻撃にようやく終わりが見えたという話。そして、ロシア軍が本格的な攻勢を仕掛けるのではないかといった情報が次々と出ている中において、ウクライナが今どのような動きをしているかについて解説していこうと思います。それでは早速、ロシア軍の囚人兵による突撃がようやく終わりそうだというニュースから見ていきましょう。ワグネル、受刑者の募集は完全に停止した。創立者が SNS で表明。ウクライナ侵攻に兵士を動員しているロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は受刑者の採用を打ち切ったと SNS の投稿で明らかにした。ワグネルは受刑者の募集に力を入れてきた。昨年秋にはプリゴジン氏が自ら受刑者に釈放するという条件を示し、ワグネルへと勧誘している動画がネットで拡散した。東部ドネツク州のバフムート周辺をめぐる攻防戦に受刑者を送り込み、多大な犠牲を出しながらも、ロシア側による近郊のソレダル制圧に貢献した。一方、足元ではロシア正規軍の精鋭部隊が戦線に投入されているとされる。プリゴジン氏は投稿で、受刑者の募集は完全に停止した。現在働いている者たちに対しては、すべての義務を果たしていると表明した。イギリス国防省は、ワグネルの受刑者採用が昨年夏から秋にかけてのピークから大幅に縮小したと分析していた。ワグネルによる囚人兵の徴兵はワグネルチャレンジと呼ばれています。これは定められた期間生き残ったら恩赦を与えて無罪放免とするという特別措置が取られるためです。刑務所で残り10年20年とまだまだいなければならないという囚人たちにしてみれば、もしかしたら生き残れるかもしれないと言葉巧みに彼らを刑務所から連れ出して戦場へ送り込んだわけです。ただし戦場で彼らはどのような扱いを受けたかといえば基本的には捨て駒扱いです。囚人兵を使った突撃戦術。戦車などの支援なく歩兵が突撃。ウクライナ軍の攻撃から生き残った者は前線でタコ壺を掘り、このタコ壺というのは自分専用の小さな塹壕だと思ってください。そしてその場所から攻撃を行って後続の囚人兵らがさらに後に続いて少しでも前線へと推し進んでいくという戦い方です。このような突撃に対してウクライナ軍が例えば砲撃を行ったとすれば、ロシア軍の対砲兵レーダーを使って攻撃地点を割り出して遠距離攻撃でその周辺のウクライナ軍陣地に対して猛烈な攻撃を浴びせてウクライナ軍にダメージを与えようとする戦術です。このような戦術では多くの囚人兵たちが亡くなります。ワグネルが集めた囚人兵は4万から5万人程度だとされており、そのうち現在では1万人以下に激減しているとされています。なお、ワグネルではこうした戦いにおいて亡くなった兵士たちに対しては、見舞い金を出すといった話などもしていたようなのですが、見舞い金を出さないようにするために、亡くなった兵士たちは脱走したであるとか行方不明になったといったような曖昧な形にして見舞い金を出していないんだそうです。そして現在ではこのように、多くの囚人兵たちが土に帰ったのではないかと言われている状況ですから、新たな募集をかけても、応募する者はもはやほとんどいなくなったのではないかと言われています。そのためこの記事にあるような募集を停止したではなくて、募集してももはや人が集まらないような状況になったからやめざるを得なかったというのが実情ではないでしょうか。次に戦争研究所の戦況レポート。現在激しい戦闘が行われているのは東部戦線で、ワグネルによる囚人兵を使った波状攻撃が止んだと思ったら、今度は正規軍による攻撃が加速していると見られています。特に戦争研究所が危険視しているのがクレミンナ戦域で、戦車や装甲車といったロシア軍の装甲戦闘車両による本格的な攻撃が懸念されています。また、バフムト周辺においては、町それ自体への攻略ではなく、町への兵站を遮断しようと周辺の陣地に対する攻撃が加速しています。このような状況で現在ウクライナのゼレンスキー大統領は軍事支援を訴えるためにヨーロッパを歴訪しているところです。まず最初に行ったのがイギリス。イギリスはいち早くチャレンジャー2の供与を発表したことにより、ウクライナに対する戦車供与の先駆けとなりました。イギリスのスナク首相はゼレンスキー大統領を空港で出迎えるなど、ウクライナへの支持を非常に強く印象づける行動をしています。ただし、戦闘機そのものの供与を求められているのですが、戦闘機の供与については残念ながら現在のところは優先度は低いとして、訓練の強化の一環として
ウクライナ軍兵士に対する欧米製戦闘機の訓練については、これを認める方針であると表明しました。実際の戦闘機について供与するという話はまだ進んでいないのですが、しかし、訓練シミュレーターなどを通じて、ある程度の基礎訓練は行っていこうというわけです。そしてゼレンスキー大統領はイギリスの議会で演説を行い、イギリスがこれまで行ってきてくれた支援に対しての感謝を述べるとともに、戦闘機の供与を改めて訴えかけました。そして演説後において、イギリスの議員たちの拍手を受けて V サインで応じました。この V サインなのですが、日本ではピースサインと呼ばれるものです。しかし、ここで言うサインは、もともとは第二次世界大戦当時チャーチル首相が行った対ドイツ戦に勝つぞというための V for Victory、勝利のための V という掛け声から今回のサインをしたのではないかと言われています。イギリスの次に向かったのがフランスです。フランスではドイツのショルツ首相も合流して首脳会議が行われました。ここでフランスのマクロン大統領、ドイツのショルツ首相はウクライナに対する軍事支援の継続を表明。ただし戦闘機供与の話は前進しませんでした。フランスはここ最近だと砲弾供与を強化することを発表していますし、ドイツはドイツでレオパルト2に続いてレオパルト1の供与についてもこれを認め、ロシア軍のドローン攻撃などに対抗するため対空戦車ゲパルトなども供与数を増やすことを発表しています。フランス・ドイツの首脳会談を終えたゼレンスキー大統領は、その足で欧州議会にマクロン大統領と共に移動し、ここでもまた支援を訴える演説を行っています。EU は NATO と違って軍事的な組織ではありませんが、EU 全体から受ける支援は非常にウクライナにとっては力強いものです。そのため、ウクライナに対する支援の継続とともに、ロシアに対する制裁の強化や、EU 加盟諸国に対して戦闘機供与や長射程ミサイルの供与などをもっともっと働きかけてほしいと訴えています。戦場においてはワグネルの使ってきた人海戦術がいよいよ終止符が打たれようとしています。囚人兵をどんどんと使い捨てにしてきたことから人間は無尽蔵にいるわけではありません。そういった意味でワグネルのこのようなやり方がようやく終わりを迎えたのは一つの朗報だと言えるでしょう。ただし、ワグネル以外にも人海戦術を使う主体は当然存在します。それはロシアの正規軍です。去年追加動員を行うことによって多くの兵士たちをかき集めてきました。これらの人たちが今度はロシア正規軍の行う人海戦術に投入されようとしています。それだけではなく、現在のロシア軍には戦力を集中して運用する可能性が指摘されています。それは去年の段階においてはウクライナの南部戦線においてはまだヘルソン州をめぐっての戦いが行われており、かなりの戦力をロシア軍は置いていました。しかしドニプロ川を挟んでの今は膠着状態になっているので、多くの装甲戦闘車両を川の周辺に残しておく必要はありません。非常に大きな川ですから渡るのは非常に難しく、戦車がそこにあったとしても、ウクライナ軍にとってもロシア軍にとってもあまり活かせる場所ではなくなったからです。だからこそロシア軍は戦車や装甲車といった戦力を東部戦線へと回すことができます。ロシア軍がどこに戦力を集中して配備するか、あくまでも守りを固めるんだったらザポリージャ州だろうという声もあるのですが、プーチン大統領が真っ先に制圧すべきだとして軍に指示しているのはドンバス地方、現在のドネツク州です。ですから北側の攻撃としてはクレミンナ戦域、そしてそこより少し下った南においてはバフムト周辺における攻撃が非常に盛んになっているというわけです。ウクライナ全体がどうなるかといったところから現在はドンバス地方という一つの地方へと戦線自体は縮小していることから、ウクライナの国家滅亡からははるかには遠いところにあるのですが、だからといって戦線がロシア軍に押されまくっている状況が続くというのは当然のようにウクライナにとっては良い状況ではありません。ゼレンスキー大統領はそうした事情から軍事支援をしてくれているヨーロッパは歴訪を行っているわけですが、残念ながら今回の訪問においては劇的な成果は得られなかったようです。特に戦闘機というのはパイロットを育成するために非常に時間のかかるものですから、さっさと決めてもらわないと少なくとも今年中はもう無理だという状況になりつつあります。しかし私自身はそんなに戦闘機供与にこだわらなくてもいいのになとはちょっと思ってしまいます。特に現在の戦場においては対空兵器が両軍ともにあって、それに伴って戦闘機や戦闘ヘリが力を発揮できない。だからこそ戦車が重要だという現実があります。ですから
ゼレンスキー大統領は戦闘機を求める。それをあくまでも交渉の材料として実際に求めるべきなのは長射程のミサイルの方でしょう。地上発射型のミサイルで200キロ、300キロ先まで攻撃できるようになれば、地上戦闘において戦闘機がなかったとしてもかなりの戦力を得ることができます。長射程のミサイルという意味では、アメリカが射程150キロの地上発射型ミサイルの供与をすでに決めてはいますが、残念ながらすぐに届くものではありません。ですから、イギリスやフランスなどに頼んで、今ある兵器の中から何とか長射程のミサイルを供与してくれないかと話す方が、現実的には結構大事なことだと私は思います。何にしても、欧米が供与を決めた戦車や歩兵戦闘車が実際に戦場に来るまでの間、ウクライナ軍は苦戦を強いられることでしょう。なぜならば、ロシア軍こそまさにそのような兵器が届く前に、ウクライナ軍の前線を打ち破って占領地を拡大しようと試みる。そのように考えられるからです。それだけにウクライナ軍がどれだけうまい具合に戦力を温存しつつ前線を維持していくか、非常に難しい対応を迫られるところです。というわけで今回の動画はここまで。戦略上においてはもはやウクライナを滅亡させることは不可能な状況になりつつありますから、ロシアはなんとか局地戦において自分たちの占領地域を広げようと戦力をつぎ込んできているところです。ウクライナとしてはこれをしのぎ切って押し返すためにも、現在は欧米に対する軍事支援の強化を訴えているところです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。